毎度毎度、石こチャンネルゴータです。本日は絶対絶命少女虚空の方程式というゲームやっていきたいと思います。ちなみにこのゲーム CV キャスティングボイスについては VTuber の月城セシルさんという方と音無黒さんという方が務めていますので、もしよろしければ見に行っていただければと思います。では早速始めていきましょう。スタート。マウス操作、決定テキスト送り。テキストの早送りについてはシフト。OKOK。スタート。さあ、物語を始めよ始めよう。オープニングから始める。なんだなんだ、病院みたいだな、音が。戦艦かな。かっこいい。う。地球にお住まいの皆様、こんにちは。こんにちは。本艦はただいま地球衛星軌道上を航行中。月を周回してスイングバイ軌道に突入し、速度を増して火星へ向かいます。火星へ向かおう。テラフォーミング計画。目指すは火星で待つ宇宙観測船ノア。困難なミッションを達成した船員たちへ素敵なプレゼントを届けます。何のプレゼントだ。火星への到着予定は約200日後。おお、遠い。快適な宇宙の旅をお楽しみください。ありがとうございます。 IUDO AII の提供でお送りします。 CM か。地球にお住まいの皆様、こんにちは。本艦はただいま無線かな。 USS より ERS へ音声アナウンスを終了せよ。 ERS は国際通信の受信範囲を外れた。音声アナウンスを終了しミッションへ移行せよ。 ERS 了解。アナウンスを終了しミッションへ移行する。アナウンスやったのね。偽装用のアナウンス停止。 ERS ミッション102を始動。偽装。102番を起動したらしい。コード入力承認。承認。 ERS とのリンクをすべて開放。コネクトスタート。接続開始。なんだフォードオールクリア 100%。 なんだこれ、電源みたいなの出てきたぞ。電子回路の隅々まで神経がつながる。船体の制御系統が確かなものとなり、駆動音が力強く切り替わっていき、全機能掌握完了。完了。やがて船は本来持つべき全ての機能を取り戻し、 ERS より USS へ。これよりミッションを開始する。イエスさ。 USS 了解。頼んだぞ黒。 ERS の軌道確認異常なし。船体速度及び加速度異常なし。全てにおいて異常な船し。体外装スキャン実行異常なし。まだあったわ。船内スキャン実行異常なし。全てが順調に進んでいる。いや、格納庫での振動を検知。え、積み荷のロックが外れているのか。あかんがな。早直しんかな。船内スキャンを再実行。機体漏れなし。爆発の恐れなし。なし。溶ける恐れもない。内壁異常なし。お、正常。なんだ。格納庫での振動を再度検知。詳細な生体スキャンを実行。お、生き物なのかな。格納庫に生体反応を検知。うわ、生き物や。なんだ、幽霊とかではないよな。なんだ。 ERS より USS へ問題が発生。あらま。船内に密航者がいる。あかんがな。ちょっと捕まえに行こうな。お、格納庫に移動かな。お、格納庫。船の内部は薄暗かった。非常灯、そして計器類の放つかすかな光だけが瞬いている。薄暗い船体内部に明かりが灯る。船内のブリッジと、格納庫は目と鼻の先だ。本来無人の船内に照明は必要ない。この船 ERS には誰も乗っていない。そのはずだった。生体反応があったのは格納庫の奥だ。
事前にカメラをチェックしたが人影は確認できなかった。うまく隠れたのか、視界に潜り込んでいるのか。格納庫へ現れた男は全てのコンテナを開けようとして思いとどまり、船内、放送スピーカーを作動させた。出てこい。出てこい。包囲されている。格納庫の中からかすかな物音がしたように思えたが、すぐに何も聞こえなくなった。出ろと言ったんだ。出てこい。包囲されている。またかすかな物音。金属と布が擦れるような音が何度か響く。隠れているのはもう分かっている。両手を上げてゆっくりと出てくるんだ。武器を捨てろ。持ってるかもわからんけどさ。少しだけ間が空き、格納庫のコンテナが一つ開かれる。そしてなんだこの子。呼ばれて飛び出てパンパカパーン。うわー、めんどくさそう。ハローワールド、あかねちゃん、ただいま参そしてあんまり頭が良くなさそう。上。バレちゃったらもうしょうがない。おとなしくお縄につくよ。もう諦めた方がいいよ。それじゃあ逃げきれん。コンテナの中から両手を上げるどころか楽しそうに飛び出してきたのは年派もいかない少女だった。びっくりした？ねえ、びっくりした？びっくりさすな。それが目的かい。とびきりのいたずらで相手を驚かせてやった。ドッキリ大成功とでも言いたげなキラキラと輝く瞳。まだ子供なんかな。呆れとるがな。何怖い顔して黙っちゃって。そんなに怒ってるの？怒ってるというより呆れてるんだと思うよ。いや、驚きもするさ。そりゃそうやんな。無邪気に笑いながら現れた少女に思考回路はしばらく停止し、男は何とか返事を絞り出した。君の名前は？名前は？人に名前を聞く前にまずは自己紹介したら？ママから教わらなかった？いや、秘密裏に入ってきた上にさっきみたいな登場の仕方しといて今さら礼儀を解けるようなあんた性格か？黒だ。立場じゃないやろ。よろしい。黒ね。他の人は？上から目線で来な。質問はこちらからする。君の名前は？どうやってこの船に潜り込んだ？荷物に紛れたか。私は六条あかね。六条あかねさんね。格納庫に隠れてたの。さっきまでちょっと寝ちゃってて。寝てたんかい。のんきやな。格納庫の積み荷は船の発進前にチェックがされたはずだ。お、チェックミスか？積み荷に予備の宇宙服があるんでしょ？そのうちの一つに数えてもらったの。ちっちゃいから紛れたんかな。数えてもらった。お積み荷のチェックに職員さんが来たの。で、隠れてたの見つかっちゃって。見つかったんかい。でも事情を話したの。そしたら見なかったことにするって。おい、仕事してない人ここにいますよ。見なかったことにするだと？あかんがな。黒はすぐさま船内の積み荷リストにアクセスした。郊外って読むんかな。これ船外かな。船外活動用宇宙服予備も含めて10点。事前の積み荷チェックにより宇宙服の施設に不備を発見。直ちに交換し問題なしとある。おそらく少女は備品の一つに紛れたのだ。チェック係しっかりせんかい。一体何のための人力のチェックだ？意味ないがな。ヒューマンミスや。ごめんなさい。多分やっちゃダメなことだったみたいね。お、まだ少女っぽさが残ってるね。素直だ。思わず苦い表情でつぶやいた黒を見て、茜の勢いは急にしぼんだ。叱られるのを恐れるように視線を伏せる。事情があるんやろな。ダメってことは分かってたけど、ママに会いたくて。あ、お母さんを探してるんあか。君の母親か？六条マリ、宇宙飛行士。お、じゃあこの中の従業員っていうかこの船内の一人なんかな。私ママに会いたいの。もう何ヶ月も会ってない。あ、仕事柄宇宙に旅立つからなかなか帰ってこれないのかな。知ってる？会ったことある？ママは元気？元気やったらいいけどな。いや、直接会ったことはない。あ、じゃあ船内にはいるんだ。そう。残念そう。
IUDO の職員リストをチェック。六条マリの称号完了。お火星観測プロジェクトノアに所属。お現在は要救助認定。やはりああ、救助の専門なんや。お、資料を解放、六条マリ。この船はノアに行くんでしょ。火星に行ってる観測船ノアにノアに向かっております。お願い。私も乗せていって。もう降ろすことできないやろ。お願いします。叱られてもいい。ママに会いたいの。会わしてあげてよ。茜は真剣な、そして潤んだ瞳で苦労を見上げる。年は6日の少女の真摯な願い。少女は積み荷の確認時も事情を話したと言った。おそらく同じ手法で職員を泣き落とし、場を乗り切ったに違いない。お、言い方が悪いな。しかし、残念だがそれはできない。ああ、規則に従順なのね、このクロって人は。どうして。この船はノアに荷物を届けるためのプレゼントシップでしょ。サンタさんみたいな役割なのかな。それにもう船は発進しちゃったでしょ。そうよな、宇宙空間にほったらかすわけにはいかんでな。ねえ船長さん、あなたもこのままノアに行きたいよね。ね。ああ、引き返すリスクもあるん地か。球に戻るとかやめるとかはなし。私を乗せてこのまま火星に向かいましょもう向かおうや、もうここは。戻ってもさ、時間も肥料、時間もさ、燃料もまた無駄になるしさ。う。今から地球に戻るなんて手遅れなんじゃない。お金も時間も無駄にしちゃうんじゃないの。確かに。考えてる考えてる。ああ、そうだな。君の言う通りだ。結構素直だな、こっちも。もう手遅れだ。何もかも遅すぎる。その遅すぎるに他の意味は含まれてないやろな。怖いぞ。そう言って黒は肩の力を抜いた。少女の言う通り、すでにこの船は発進したのだ。火星衛星軌道上で待つノアに向けて、今も速度を上げて宇宙を飛び続けている。すべては計画通りに進行している。目的地にたどり着くため導き出された計算の通りに。目的達成のために定められた方程式。それはつまり条件以外の異物の存在を認めないということだ。じゃあ異物になっちゃうんかな、この状態だと。黒は背筋を伸ばし、少女を真正面から見つめた。母に会うため船に潜り込んだ小さな命を。六条茜、落ち着いて聞いてくれ。とても伝えにくいことだが、おお。君はもうすぐ死ぬ。わあ、異物排除みたいになっちゃうんだ。ああ、目が丸くなった。死って理解できる年かな。ああ、ちゃんと理解した。理解することが残酷だな。ああ、ここで止まった。ERS 船内。7日前、火星の衛星軌道上で観測ミッションを行っていた宇宙船ノアが大破した。おお、ノアが大破したんだ。大規模な太陽フレアの影響で飛来する隕石群を特定できなかったようだ。あ、隕石にぶつかったんか。船体の複数箇所に隕石が衝突したノアは大破。大破。航行能力を喪失。落ちるやん。ミッション継続は困難と判断した乗組員は脱出ポットへ退避。お、被害は出てなかったんかな、被害者は。数時間後、損傷によってノアの機関部は爆発。あ乗組員の全員が退避に成功したが、5名は宇宙の遭難者となった。あ、5人遭難者になっちゃったんや。ママは六条マリは無事なの。そこよな。脱出ポットとの通信記録から六条マリの生存も確認できている。おお、よかったやん。酸素も水も残量を節約する厳しい状況にはあるが、まだ漂ってるのか。生きてるのよね。よかったママ。よかったな。お、資料を解放。ノア。資料を解放。火星観測プロジェクト。でも事故なんてニュースでは何も。大々的には行ってないんかな、放送とかは。一般メディアへの情報は秘匿されている。ああ、外部機関の対処に避けるほど我々の人員に余裕はない。まあパニックを招いたりとかするんかな。ノアの任務成功を祝うためのプレゼントシップだって報道されてたわ。
全てメディア向けの作り話。円滑に救助を進めるための偽装だ。ああ、その作り話をメディアには広めてるんだ。まあそりゃそうか。この船は ERS エマージェンシーレスキューシップ。最低限の物資だけを積み迅速に目標へ到達するための船。うんうん。君が乗り込んだこの船は緊急救助船だ。ああ、救助船なんやこれ。資料解放 ERS。 ERS は本格的な救助が到着するまでの場つなぎ。うん。救助が最優先という大義名分で様々な手続きを飛び越えて発進した。ふあむふむ。この船は救助船でノアまで行くのね。あ、まあノアまで行くのは変わりないんかな。ノアの事故発生地点まで行き脱出ポットを回収する。乗組員の保護と収容が目的だ。ああ、助けに行くんか今から。わかった。じゃあ私も行ってママを助ける。なんかちょっとやっぱりまだ子供っぽいね。この言い方とかさ、あとさ、この考え方とかもこんな簡単ではないよな。六条茜、それは不可能だ。ああ、もう現実を突きつけようとしてる。どうしてよ。怒ってる。君は知らないかもしれないが、この船の複合型ロケットエンジンでも火星までは片道約200日が必要だ。それ最初書いてたもんな。知ってるわよ。ノアも同じくらいかかって火星に行ったんでしょ。そうだ、では脱出ポットを使用した際の宇宙空間での生存可能日数はわかるか？どれぐらいなんやろ。300日くらい。長いな。長く見積もって30日だ。短っ。緊急用の脱出ポットでは搭載されている酸素、水、食料に限界がある。そうか、脱出ポットってそんな大きくないもんな、多分な。火星まで200日、脱出ポットでの生存期間が30日。この大きな時間差を埋めるにはどうする？そうよな、200日かかっていって30日で帰れるわけがないもんな。テレポーテーションとかやろか。そんなの急ぐしかないじゃん。そんな単純じゃないよ。急げば間に合う。六条茜、君は正しい。正しいんかい。だが通常の加速では足りない。月や衛星を利用したスイングバイ加速を活用してもまだ足りない。それでもつかないと。じゃあどうやって？亜空間潜航という技術を知っているか？別の空間に潜り込むんかな。亜空間？初めて聞いたような。なんか聞いたことはあるような。資料解放、亜空間。亜空間、君たちのいる世界とはずれた次元体に存在する、理論上はすでに観測されている異次元空間だ。亜空間の中は時間の流れが歪んでいる。亜空間内の数日は現実ではたった数時間だ。今回はこの異なる次元間の時差を利用する。別次元 ERS にで亜空間に先行。可能な限り加速し、距離を進んでから通常の次元へ帰還する。亜空間とこの世界との時間差を活用し、通常は数百日かかる距離の移動を数十日で行ったことにするんだ。まあつまりテレポーテーションで合ってるんかな。亜空間ね。ママのお仕事用本棚にもそんな本があったような、なかったような。ママすごい真面目なんやな。お仕事用本棚。詳しく説明するとだな、低層異次元との時間帯差異を活用した次元反復移動による座標ジャンプドライブ。ああ、もう頭がパニック。私まだ子供なんだけど。俺大人なんだけど全然わからん。君が分かりやすい言葉で例えるなら、数百日を数十日で到達できるワープをするということだ。ああ、こっちの理解は合ってたのかな。はあ、亜空間でワープで時間短縮。なるほどね。もっと単純に捉えてる人がここにいる。喜ぶのは早い。亜空間に突入すると ERS に乗っている君は死ぬ。異物排除ってことかい。そこなのね。なんで死んじゃうの？夢のワープ技術なんでしょ？そうだよ。異なる次元の空間には簡単に出入りできないからだ。定められた人しか出入りできないんかな。亜空間へ突入する際、亜系ニュートリノという特殊な粒子に体がさらされる。また新しい文字が出てきた。
亜系ニュートリノが体を通り抜ける際に人類の神経系をズタズタに破壊するんだ。みんな危なないか？防護服や回避手段はまだ確立されていない。怖い。人類による亜空間の旅は現在の技術では実現不可能だ。みんなリスクあるやん。だが機械による制御なら、人工知能ならば粒子の影響を受けることはない。ああ、なるほど、ロボットやからってことか。俺はは黒 ERS の制御 AI ナンバー96。え、自律思考型の人工知能だ。あ、ロボットなん？生身じゃないんだ。資料を解放、黒。自分で考えて行動する人工知能。あ、本物？未来系やな。見えているのは船内に投影されたホログラム。こうして君と会話しているのも学習したパターンから導いた応答システムだ。ああ、AI のアプリみたいなもんかね。ERS は人工知能による運用を想定し、徹底的に自動化、無人化された特務船だ。あ、じゃあこの子以外はもう全て AI のホログラムなんだ。亜空間を経由して火星まで到達する長い旅。自律的に思考し、正確に船を運航することが俺の役目だ。ああ。 ERS は所定の計画にのっとり火星へ向かっている。このままだと君の死は避けられない。どうすんのじゃあこの子。電子音とともに極上青白い映像が映し出されている。船内装置による投影ホログラムだ。 USS より ERS へ。進路の計算結果が出るのは32分後だ。 ERS 了解。現在時刻は18時08分。モニタリングする。じゃあ18時40分になったら完了なんだ。こちらでも確認した。時間になったら通信を行う。それと調査の結果だが、現状で ERS とコンタクト可能な人工衛星やシャトルは存在しない。 ERS 了解。感謝する。あ、左上に32分って出てるね。力になれなくてすまない。最後にIUDO と AII からの通達だ。最善を尽くせ。ナンバー96の意思を尊重する。以上だ。 ERS 了解。今んとここの人しかおらんのかな。はあ、終わり？何が？聞こえていただろう。申請した権限は受理され、 ERS の進路は俺に委ねられた。あ、決定権持ったんだ。18時40分に ERS の進路を決定する。ほ予定通り亜空間を経由して火星へ向かうか、君を保護して地球へ戻るかだ。この子を戻してもうまた行ってもらってさ、お母さんを助けるっていう方が最善じゃない？火星へ向かう場合、君は亜空間突入時に死亡する。神経が破壊され、生命活動が維持できなくなる。怖いな。だがノアの乗組員は必ず助ける。人命救助は俺の使命であり義務だ。私を保護して地球に戻る場合は、その場合はノアの乗組員を見捨てることになる。現状 ERS のバックアップは計画されていない。ああ、もう戻ったら助けには来れないんだ。もともと偽装任務を掲げているんだ。二度も世間を騙すことは不可能で、特例も出ない。そうかそうか。地球への帰還後に再び出発できたとしても、火星へたどり着く前に脱出ポット内の酸素量が足りなくなり、乗組員は死亡する。ああ、そうか、脱出ポットに向こう入っとるからか。君を助けてノアの乗組員を見捨てる。君を見捨ててノアの救助へ向かう。船の進路は2つに1つだ。うわ、残酷な選択。そんな。どっちも救われね少し考える時間が必要だ。え。君に船内のアクセス権を付与した。扉は自由に開くから好きに過ごすといい。時間になったら声をかける。残酷やな。時間になったらっていうのは選択権を迫る時間ってこ死にたくない。そらそうなるわな。ママは助けたいけど、まあそれ自分も死にたくないわな。あ、なんだ？残りの時間を自由に過ごそう。行動選択パート、船の、進路を決める時間になるまで自由に行動しましょう。
会話や情報収集を行うと少し時間が経過します。時間を潰すを選んだ場合は10分が経過します。まずは茜と会話を選択してみましょう。セーブしたいな。一旦セーブは、これか。これで一旦セーブを行って、今できたの？あ、右下に出てった。よかったよかったよかった。ほんならどうしようかな。これ、エンドが多分分かれると思うから、じゃあまず1個目のエンド、時間を潰す。とりあえず時間を潰しまくってみるか。船内の部屋で茜はぼーっとしていた。びっくりした。言葉はないんだ。六条茜、君は何をしているんだ？ごめんね、俺の声で。見てわからないかしら。私はね、何もしないをしてるのよ。なんかある意味真理にたどり着いた答えやね。何もしない。何もしない。こんな状況だからこそ、あえて何もしない。ジタバタせずに落ち着いてみるの。なるほど。気分を落ち着けたり、気持ちの整理をすることは人間にとって重要なのだろうな。そうなの。というわけで、もうしばらく何もしないわ。承知した。頑張ってくれ。優しそう。茜はしばらくぼーっとしました。少しだけ時間が経過しました。実績を獲得。ゆとりのある世代。なんかそのゆとり世代って言葉はいろいろと世間の反感を買いそうだけどな。残り20分。時間潰してみる？とりあえず全部。同じな会話になるんかな。茜はぼーっとしていた。同じになるな。ほんなら、とりあえず同じになるから、これで30分過ごしてみようか。とりあえず多分エンドがね、マルチエンディングだから分かれてるはずなんよ。だから全部時間過ごしてみよう。まず。何もしない。もう悟りを開いたんだ。この子は。やばい。ゼロになった。タイムリミット。どうなる？どうなるな。うわー、悲しいな。定められた時刻が命を選択する時間が迫ってきた。USS から ERS へ。そろそろタイムリミットだ。船の進路を決めてくれ。何かできることはないのか？何かしてあげれればいいねけどな。黒の塩酸機能は常にフル活動し、すべての可能性を探っていた。目の前の少女を救い、ノアの、乗組員を救う方法を。船の周辺や軌道上に少女を収容可能な宇宙構造物はない。どの国のデータを調べてみても衛星やステーションははるか遠い。かといって少女を ERS に乗せたままにはできない。亜空間に突入すれば脳神経が破壊され確実に絶命する。茜を今すぐ宇宙に放り出したとしても助けに向かうための救助船が存在しない。仮に ERS が再発進できたとしても遥か彼方の宇宙空間を漂う遭難者を捕捉する手段がない。ERS は今も加速しながら宇宙を進んでいる。放り出された少女も速度を保ち、常に宇宙を飛び続けるだろう。追いつき回収できる頃には宇宙空間を漂う遺体だ。ERS の進路を変更。地球へ帰還した場合、少女の命は助かるだろうが、ノアの乗組員たちの生存は不可能だ。今後の任務は救助から遺体収容へと様変わりするだろう。はじき出される予測はどれも絶望的なものばかりだ。東遊中で死にかけている宇宙船の乗組員5名。行動すれば確実に救える目の前の少女1名。どちらの命を助けるか天秤にかける。得られる結果は2つのうちどちらか1つ。極めて冷酷で非常で揺らぐことのない冷たい方程式。
これ選ぶのがな、こんなんやな。 ERS の進路を決めなければいけない。地球か火星か選ばなければ。そうやな、もう時間もないしな。もう手立てはないのね。みんなが助かる明暗とか可能性はゼロなのね。 1% もないのかな。残念ながらどんなシミュレートをしても俺には全ての命を救うことができない。 AI やけど感情があるからな。茜を助けノアの乗組員たちの救助を諦める。あー、飛ばしてしまった。ノアの乗組員か救える命は片方だけだ。複雑だな。時間だ。重要な選択をしなければならない。え、選択肢かい。うわ、プレイヤーが選ぶのパターンのやつか。どうしよう。俺の個人的な意見ね。個人的な意見としては、このノアの乗組員たちが生きている保証がないやん。まあ見てるわけじゃないし。まあもしかしたらなんかその生命装置みたいなんでわかるんかもしれんけど、普通に考えたらこの救助もうまくいくとは限らないやん。でも今やったら、この子を連れ戻す、地球に帰るっていうのは、まあ確実な手段ではあると、この子の命を助けるにはね。と思うから、まあ俺やったらこっちかな。でもどうしよう、選べないにしてみる？だって選べないがさ、正解じゃない？人って。こういう時。選べない行ってみようか。無理だ。俺には命を選ぶことができない。そうなるよな。USS から ERS へ。もう時間がない。後戻りできなくなるぞ。俺にはできない。すまない、六条茜。複雑だな。大丈夫。あなたは何も悪くないわ。そうよね。この人に責任があるわけじゃないもんね。しばらくの間、黒は拳を握りしめて体を震わせていた。その服の袖に触れようと茜は手を伸ばし、指先はホログラムの映像を虚しく突き抜けた。どうなる？ ERS 船内。結局 ERS の進路は変更されなかった。当初の計画通り速度を増した上で亜空間へ突入する手はずだ。そっちのエンディングに行くんか。気まずいな。黒も茜もあまり言葉を発しなかった。お互いに相手へ投げかける言葉を選び迷い、しばらくの間静寂が船内を支配していた。やがてUSS から ERS へ。予定地点に到達した。ERS は、亜空間への潜行を開始せよ。永遠とも思えるほどの長い沈黙が破られた。その時が来たのだ。 ERS 了解。了解するしかないわな。ジャンプドライブアクティブ。亜空間潜行を開始。わずかな船体の振動とともにホログラムモニターに映し出される景観が様変わりしていく。異なる次元へ入り込むために宇宙の空間が歪み、引き伸ばされずれてゆく。うわあ、残酷。体が何かに引っ張られるような感覚。軽いめまいを感じた茜は体を丸め、膝を抱えた。ごめんね、黒。勝手に私が船に乗り込んだから重荷を背負わせちゃって。でもな、お母さん助けたかったんよな。あなたがいてくれて話ができてよかった。私はもう怖くないわ。強がらんでいい。怖いやろ絶対。すまない、すまない、六条茜。俺では君を救えなかった。
ノアの乗組員を見殺しにすることも。な。ねえ、この船で起きたことママには伝わるかしら。ママにもその重荷を背負わせることにはなっちゃうと思うけどな。ああ、船での会話の記録や映像は全て残されている。遭難者の精神状態を考慮し救助後に伝えられるだろう。すぐではないが地球に戻った後には必ず。まあ生きた証拠にはなるよな。うん、それならよかった。あのね、ママに伝えてほしいの。ごめんなさいと、ありがとうと、うわあと私ママのこと宇宙の誰よりも愛してる。うわ、心が痛い。うわ、空間への突入を確認。ERS は所定の計画に基づき加速を開始します。ERS の軌道確認異常なし。船体速度及び加速度異常なし。船体外装スキャン実行異常なし。船内スキャン実行異常なし。先行システム異常なし。ERS は次のアクションへ移行。月軌道を利用したスイングバイ先行をシミュレート。いつしか振動は収まり、船内は静かになっていた。いやー、見たくねえな、これは。茜。先ほどまで声を発していた少女は物言わぬ屍となっている。空間へ突入した際に脳神経が破壊され、一瞬で絶命したのだ。黒には最初からどうすることもできなかった。それは少女が屍となった今も同じだった。極を見つめる少女のまぶたを閉じることも。船内を力なく漂う遺体をいたわり、丁寧に布で包むことも。少女のために黒がしてやれることは何一つとしてない。そうか、ホログラムやから触れられへんねんからな。どうしてうわ、なぜなんだ。誰も幸せにならんエンディングやないかい。ERS の安全運航規定に従い、潜航期間中に腐敗する可能性があるものは船外へ投棄する。黒に残されている仕事は危険物に対する処置だけでしかなかった。救えなかった。俺は何もできなかった。いやー、だけど思いやる気持ちを持ってあげてるだけでもいいことやと思うけどな。すごいことやと思うよ。こうして計算になかった異物は除去され、方程式は満たされた。ゼロに何をかけてもゼロであるように、定められた方程式は揺るがない。極の方程式は変わらない。俺は何のために存在しているんだ。いやー、でもこの人が存在した上で救える命もあるわけやからさ。無人となった船内に黒の独白が漏れる。懺悔と無念の入り混じった言葉は船内に響き渡り、空虚な宇宙に吸い込まれて消えていった。これで終わり？さっきのセーブのところから再開してます。少なくとももうあと2つぐらいはちょっとエンディングの回収をしたいなということで進めていきたいと思います。いやー、みんなが幸せになれるエンディングがあってくれたらいいんだけどなーっていう感じやねんけど、とりあえず茜と会話次最後までやってみようか。じゃあ茜と会話。やだやだやだ、こんなところで死ぬなんてやだ。そうなるわな。どうして私がこんな目に遭うのよ。悪いことなんてちょっとしかしてないのに。ちょっとはしたんかい。落ち着け。時間と体力の無駄だ。冷静に言うな、そこは。落ち着けるわけないでしょ。死ぬのよ、あと少しで。なあ、そうやでな。自分の身になった時にそうなるわな。なんとかしてよ、クロ。すごい人工知能なんでしょ。秘密道具とか
超能力とか使ってあえてここには触れません。だけどなんかあれだね、青いロボットのことかな。そんな都合のいいものはないが、あんたはサンタさんとかを否定するタイプだな。何かあるの？なんだ？君の命を救うことは可能だ。お、それってほう。ノアの救助を断念する。君を保護し ERS は地球へ引き返す。やっぱそうなるんか。それはダメよ。ママを見捨てるってことでしょ。ノアの救助をやめるってことでしょ。そうやな、ママを助けに来たっていうところがあるからな。見捨てるとは言っていない。君を降ろした後、再度救助へ向かえば助けられる可能性はゼロではない。だけど再度救助に迎えるかどうかすらわからんねやろ。子供だからって甘く見ないでよ。ほゼロじゃないなんてそんなの嘘よ。私のことをバカにしないでよ。ゼロじゃないけどゼロに近いんでしょ。確実とは言えないなんて大人のつく嘘よ。その優しい嘘っていうこともあるんだよ、大人は。すまない。六条茜、君は賢いんだな。そうだね。当たり前よ。私は天才宇宙飛行士六条マリの娘よ。アカデミーだって飛び級で卒業したんだから。お母さんのことすごい尊敬してるんやな。計画だって私一人で立てたのよ。ママのパソコンから施設の見取り図を取って見つかった時の言い訳も全部想定してる。見つかった時の言い訳も想定してるんだね。私の計画は完璧だったのになのに残酷かもしれんけど完璧なんて言葉はないんだよ、世の中。どうして大人っていつも嘘をつくのよ。この船がノアへのプレゼントシップだなんて事故を隠そうとした最低の大嘘よ。まあ大人の事情って言ってまえばさ、それまでだけどさ。確かに愚かだと思う。だが考えうる限り偽装が現状の最適解だ。そうやね、偽装がな、この最適解っていうパターンはな、大人の世界には結構あるからな。足の引っ張り合いや責任の押し付け合いをしている間に救うべき命が消えてしまわないために、誰かを助けるためのな。それは論理の飛躍よ。現状を都合よく解釈しようとする詭弁だわ。まあそう言われればね。船の進路選択をあなたに委ねるっていうのも自分たちの責任逃れのための手のいい言い訳よ。大人はいつも嘘ばっかり。複雑だな。茜は視線を伏せ、それきり黙り込んでしまった。何かをこられるように固く拳を握って。六条茜。先ほどまでわめいていた少女とは別人のように落ち着いた姿。目の前の少女が随分と大人びていることに黒はようやく思い至った。茜は幼いなりに自身の現状を把握していた。専門的な知識は持ち合わせてはいないのだろうが、疑問があれば質問し、情報を取り込み、理解している。六条茜、君は聡明だ。見かけや年齢よりもずっと君は目的に対して意志を持って行動している。計画は正確、対応は柔軟、受け答えも確かだ。そうやね。数多くの監視をかいくぐり ERS へ潜り込んだ。職員に見つかっても状況を話し懐柔した。どれも子供とは思えない。それだけママを助けたいんだろうな。おそらく君の仕草や言動も計算されたものだろう。他人をうまく誘導し思い通りに動かすため。そこまで計算してるかな。君は子供を演じている。わざと騒ぎ無知なふりをした方が有益だから。違うか。うわ、これ俺じゃあ子供を演じている茜ちゃんに騙されたんだ最初。しばらくの間茜は答えなかった。視線をさまよわせ答えを探すような仕草。なんだ。やが職員さんはも泣うしちゃっき落としてもた。人工知能は無理みたいね。高3よ。大当たり。もう少し可愛げがある方が好みかしら。
子供でいた方が神様はお慈悲をくれる？わ、すごい頭のいい子やったんや。神という存在の思考はわからない。質問に対する返答は不可能だ。現実的だな。あなたきっと子供にはモテないわよ。いちいち話がつまらないもの。 AI にそういうこと言うな。やれやれと皮肉げに笑い、笑顔で毒を吐く少女。茜は見かけよりもずっと大人びており、年齢にふさわしくない黒い影を持ち合わせていた。それだけ苦労して生きてきたんかな。君はなぜ ERS へ密航した？聡明な君ならば危険性は分かっていたはずだ。3ヶ月前にアカデミーを飛び級で卒業したわ。真っ先にママに伝えたし、ママは喜んでくれた。すごい努力したんやろな。だけどね、知ってる？地球と火星は片道の通信で3分もかかるのよ。そんなにかかるんや。一言の返事をもらうためにまた3分待つの。ほんの少しのやりとりで通信に使える時間は終わっちゃったわ。そうやな、30分で10回しかやり取りできないってことやもんな。1世紀以上も前の話だ。かつての人類は手紙のやり取りが連絡手段で片道に数ヶ月かかることもあった。だからいや、この情報は慰めにはならないだろうな。また話がつまらんって言われるぞ。ありがとう。たった一つ隣の星なのに火星って遠いのね。ママがすごく遠くに行っちゃった気がして、めっちゃ寂しかったんやろな。直接会って話したかった。抱きしめて頭を撫でて褒めてほしかった。そういうところはやっぱりまだ子供なんやな。私一人ですごい計画を達成できるんだって。六条茜は何でもできるんだって胸を張って言いたかったのかもね。そうやな。あれ、密航したら怒られることは分かってた。ママのキャリアに傷がつくことだって。だけどそれでもいえ、だから私はこの子も複雑やったんやな。ごめんなさい。本当に悪いことをしたのね。私そんなことはないと思うけどな。うちで待ってるって約束したのに、ママが帰ってくるまでわがまま言わないって自分で決めたのに。でもさ、わがままを言いたい年頃の時もあるからさ。だからな、わがまま言うのは子供の特権やからさ。そこについてはな、言えない環境が悪いと思うけどな。約束を破った悪い子に対する罰なのかもね。そんなことないよ。ERS への部外者の乗船は禁止されている。六条茜の行動は業務妨害に該当するが、それは所詮人が作った罰則だ。そうやな。今置かれている状況は全く別の。自分と母親の命を選択を迫られる。運命のいたずらと表すには過酷すぎる罰であった。なあ、これはな、残酷。そうやな。選択も残酷やな。マイナス5分か。これ最後まで茜と会話っていう風にしていってみようか。意外と1回の会話が結構長かったね。言葉を発することなく一人で目尻の涙を拭う茜。少女を前にした黒は何も言えずにいたが、静かに寄り添い続けた。やがて少しの時間が過ぎ、茜は落ち着きを取り戻した。読めばいいのね。なんだかお腹が減っちゃった。この船、おやつは積んでる？もちろんだ。長期間の宇宙生活に必要な物資は揃っている。なんかこの笑顔を見てると心苦しくなるな。保存食、飲料、加工品、もちろんお菓子もな。物資ってやっぱり救助用の？その通りだ。今はコンテナにパッケージングされているが、君が望むなら開封しよう。じゃあ、いらない。もし助けられたその乗客じゃない、乗組員たちのことを思っていらないって言ってるのかな。実はお菓子を持ってきたの。
私はこれでいいわ。うわ、いい子やな。なんだこれ、クッキーか。てってれー。まんまるクッキー。ちょっと読み方があれに似通る。危ない。おいしそう。まんまるクッキーをスキャン。いや、スキャンすな。まんまるクッキーの名称、該当なし。形状から察するに市販品ではない。手製の菓子類だな。もちろん、今日のために私が作ったの。宇宙に来たら食べようと思って。すごいしっかりしてる。レシピはママ直伝。お月様みたいな丸いクッキーよ。あげようかな。気持ちだけいただいておこう。食べられる体がないからな。それに、申し訳ないが、クッキーは苦手だ。クラッカーも同様にな。クッキーもクラッカーも嫌いなの？美味しいのに。口の中の水分すごい持っていかれるよね、クッキーとクラッカー。もう口の中が迷宮砂漠状態になる。よし。続けて、あかねと会話でやっていきましょう。六条あかね。君の父親はどうしている？心配してるんじゃないか？知らないわ。お父さんおらんのかな？知らない？大概の人間には父親と母親が存在するはずだ。いや、全部そうやんな。知らない、覚えてない。パパは、私が小さい頃に死んじゃったんだって。ママに聞いてもあんまり教えてくれなかったけど、パパも昔宇宙飛行士だったんだって。すごい、お父さんもお母さんもエリートや。あの人が死んじゃっても夜空のお星様になって宇宙から見守ってくれてる気がするって、ママは泣きながら笑ってた。仲良かったよな。ママはきっと宇宙のどこかにパパのことを感じているんだと思う。だから宇宙飛行士を辞めないし、どこにだって行っちゃう。私を家に置いて火星まで。なるほどな。こんなこと言っても響かないかもしれないが、どうやら君も宇宙には縁があるようだ。そうかもしれないわね。血は争えないのかも。うわー、なんかどんどんこのあかねちゃんのさ、家庭事情っていうの、この子の素性が分かってくるとさ、感情移入しちゃうね。金と会話。ER 船内。私ね、早く大人になりたかったの。自分のことは自分で決められるような大人に。船に潜り込むのはいけないことだって分かってる。怒られるだろうし、迷惑かけるって思ってた。でも、子供だからって言われたことに従って家でただ待ってるのが耐えられなかった。私ね、ノアが出発する前に自分で決めたの。ママとの約束3か条。なんだ？ママのお仕事のことで泣かない。わがまま言わない。何があっても我慢する。いや、これさ、泣くのもわがまま言うのもさ、我慢をしない時があるっていうのもさ、その子供の特権やんか。やっぱ子供がさ、生きていく中でね、育つ上で必要なことやと思うからさ、この3か条はきついな。でも、どれも守れなかった。それは君が悪いんじゃない。誰も悪いとは言わないけどね。こういうところがまだ子供なのかもね。子供でいいんだよ。大人と子供の定義は個人によって差があるが、自分の行動に対する責任が取れるかどうかが重要視されるだろう。君が子供であったなら、起きている現状は、起こさせてしまった現状は、状況は周囲の大人が止めることができなかったせいだ。じゃあ私が大人だったなら、自らの行動には責任が伴う。今回は大きな責任が。そうね。あなたはどう思う？俺は、うわー、ここも選択肢か。でもさ、その3か条を自分で決めた子供にとって大事なその 3つのね、我慢しないとかさ、泣くこともさ、大事なことやんか。でもそれをさ、3か条として決めれたっていうのはもう立派な大人だと思うけどな。気持ちはね。6条あかね、君は立派な大人だ。自らの意思と考えに基づいて行動を起こしている。リスクを理解し、それでも自分の信念に従っている。君の思考や行動は大人と遜色がない。そう、ありがとう。初めてよ、そうやって言われたの。へえ、私が大人か。じゃあ、行動の責任もちゃんと取らなきゃ。ね。
うわ、選択ミスったか。自分の進む道は自分で決める。それが大人になるってことなんだから。うわー、なんか重く責任を負わせちゃったかな、今のこの選択肢。大丈夫かな。これでとりあえずあかねちゃんのこの選択肢は終えたと。ほな、この上で一旦ここでセーブも入れとこうか。セーブ完了。ほんで、どうないしようかな。黒と会話か情報収集か。もうでもあかねちゃんと会話はもうここでしてるから、じゃあ時間を潰してみるか。なあ。時間を潰す。これさっきと同じ話になるんかな。あ、ぼーっとしていた。ああ、何もしないね。オッケーオッケー。ここはさっきと同じ。この時間を潰すっていうのは同じ選択肢になるんかな。うわ、残り1分やで、1分。なあ。じゃあ残り1分どうしよう。1個埋める？情報収集。いやー、でも、時間潰そう。このあかねちゃんのこのゲージマックスにした状態で、選択肢が変わるかどうか。もし変わらない場合は、さっきの、このあかねちゃんを助ける方でやってみよう。どうだ？あ、来た。タイムリミット。怖いな。もう残酷なエンディングは嫌なんだけどな。定められた時刻が命を選択する時間が迫ってきた。どうなる？何かできることはないのか。うわ、なんかさっきと同じっぽいな。どうなる？どうだ？変わるか？ ERS の進路を決めなければいけない。支給か。もう残念。うわ、なんかさっきと同じっぽいな、選択。こっち行こう。もうこの子が亡くなるの見たくね ERS の制御 AI ナンバー96。俺の使命は人の命を救うことだ。遠い火星で救助を待つ乗組員5名の命、今すぐ引き返せば確実に救える1人の命を天秤にかけるなら救える可能性が高い方を選ぶ。あ、俺もこっち派やな。黒、あなた六条茜。俺はごめん、飛ばしちゃった。宇宙事故遭難者 ERS、 そしてイレギュラーである密航者の少女。与えられた条件では方程式は絶望な解しか導くことができなかった。ごめんな、マウスの上に手を置いてるとさ、この落ちちゃうんよね。救える可能性が高い命を選ぶ。人工知能が導き出した回答は極めて合理的で、そして冷たいものだった。俺も冷たいのかな。ダメよ。ノアを見捨てるってことよね。代わりにママたちが死んじゃう。そうなるわな、この子にとったらな。私が船に勝手に乗り込んだせいで、私のわがままのせいで、そんなの絶対に嫌。大丈夫だ。君を地球へ送り届けたらすぐに助けに向かう。優しい嘘やな。だってそれじゃ間に合わない。可能性はゼロじゃない。頼む、俺を信じてくれ。黒、どうなる？ごめんなさい。あなたに選ばせてしまって。うわ、大人やな、返しが。人工知能も嘘をつくのね。冷たくて悲しい嘘を。ママ、私ごめんなさい。悪くないよ。六条茜、どこ行く？え？ ERS 船内を移動した茜が目指したのは ERS のエアロック。宇宙と船内をつなぐ扉の前だ。おい、やめろ。嘘やろ？なんや
うわ、俺英語苦手だ。緊急と書かれたレバーを作動させると、エアロックの二重扉の船内側が開いた。権限の剥奪。いやー、間に合え。うるさい、邪魔しないで。うわー、どうなる？茜の行動の意図を察した黒は船内の移動権限を剥奪しようとしたが、人による命令を受け阻止されてしまった。六条茜、今すぐこちらへ戻れ。もうバカなことはやめろ。うわ。静止の声を背に聞きながら、茜はエアロックの中へと迷わず飛び込んだ。どうなるんや？数人が入れる程度の狭いエアロックは船と宇宙の境。金属製の扉一枚で宇宙空間と隔たれている。内側にあるもう一つのレバーを作動させれば、茜は宇宙の闇へと吸い込まれていくだろう。六条茜、落ち着け。落ち着いて。バカな真似はやめるんだ。誰も救われねえよ。バカはどっちよ、この嘘つき。まだ子供だな、こういうところは。私を地球へ送った後にノアを助けるなんて嘘でしょ。助けられる可能性がゼロじゃないなんて最低の大嘘よ。それでも俺は君を助けたい。この言葉は君の心へ響かないだろうか。響け。ごめんなさい。なんで謝る？私のせいでママたちを見捨てるなんて、人を犠牲にして生き残るなんてできない。いや、それ茜ちゃんにとってはそうかもしれんけど、ママにとってはこの他人を犠牲にして生き残るなんてって言葉はあなたにも当てはまるんだよ。ましてあなた子供でしょ。本当は宇宙でママに会いたかった。一人でもすごい計画を実行できるんだって認めてほしかった。もう大丈夫だよって伝えたかった。私一人でも生きていけるからって。あなたの娘は立派な大人なんだよって。これから大人になっていくんやて。茜はまっすぐに苦労を見つめた。涙をにじませながらも強い意志を込めた瞳で。黒、あなたの使命は何？俺の使命は人の命令に服従し奉仕し命を救うこと。なら約束しなさい。絶対にノアの乗組員を救うって。ママを助けてちゃんと守るって。命令になるんか、これが。ああ、分かった。約束する。それが君の願いならば。約束よ。絶対にママを助けて。いや、これをこの子が宇宙に飛び込んで亡くなったからって一体何の意味がある？六条茜、君は。私は自分の意志で船に乗り込んだ。だから自分の意志で出ていくわ。自分の進む道は自分で決められる。だってそれが大人だもの。うわ。黒、約束絶対に守ってね。マジか。結局茜ちゃんが犠牲になっちゃうんか。これでいいの？うわ。私は夜空のお星様になっていつも見守っているから。残されたママの気持ちを考えろ。さよなら。さよならママ。うわ。うわ、嫌だなこのエンディング。あ、18年後だって。木星アステロイドベルト。うわー、やったな。ああ、やっと見つけた。見つけてあげれたんだ。
久しぶり。時間がかかってしまってすまない。ナンバー96から USS へ迷子のウサギを無事に保護できた。これより本線へ帰還する。さあ地球へ帰ろう。ママが待ってる。おかえり茜。うわ悲しい。うわ終わっちゃった。マジか。うわハッピーエンドにはならなかったか。いやー複雑だな。なんかさ、個人的な意見だよ。個人的な意見としてなら、このエンディングについてはね、ちょっと茜ちゃんのわがままかな。まあ、最後のわがままかな。だって残されたさ、そのママにとってはさ、自分がさ、まあ自分を助けるために乗り込んだ自分の子供がだよ。ね。自分が死を選んで、まあ宇宙空間へ飛び立ったと。で、亡くなりましたと。でもそれって残されたさ、方の気持ちにとったらさ、まあ誰も幸せにならんやん。正直な話な。だからそこについてはやっぱりまだこの子が子供だったんだなっていう、考えになるかな。俺はね。いやでもこのゲームすごいな。なんか、バッドエンドは多いんだけど、今ね、この2つエンディング回収させてもらったんだけど、やっぱりその中でこの2つのエンディングについてはまあ悲しい結果になっちゃったけど、もしねみんながねこのゲームいいなと思ったんならフリムじゃない、ごめんスチームかな、スチームの方で無料でダウンロードが可能となってますので、もしかするとハッピーエンドがあるのかもしれない。だからそこについてはみんなが自分で探してみてほしいなって思います。お、すごい。宇宙理論監修 IUDO 国際宇宙開発機構っていうのが本当にあるんだね。アクカン技術監修オール、人理統合研究所。すごい。音楽もいいね。冷たい方程式トム・ゴドウィンさん。いやーなんか複雑な心境で終わっちゃうな。絶対絶命少女虚空の方程式。もしこの動画いいなと思ったら高評価やチャンネル登録などもお待ちしております。絶対絶命少女虚空の方程式ルート A おかえり茜に到達。この絵で終わりたくないから最初の画面に戻りましょう。消えてる。ちょっと帰ってきて。絶対絶命少女。そんならみんなまた次回の動画でお会いしましょう。ほなな、またね。